皆さんこんにちは、ヴィーガンエリーです。今日はセーフムーブメントという団体が企画している豚を見送る活動に来ています。ヴィーガンとして参加できる活動、アクティビズムにはたくさんの形があります。今日はその一つであるビジルの様子をお伝えします。2人ともベジタリアンであったトルストイとマハトマ・ガンディの哲学でもある非暴力、愛、真実にのっとった活動です。平和で全て合法的に行われている活動です。特にトルストイのこの言葉をベースにしています。目の前の生き物の苦しみがあなたの胸を締め付けるのなら、その苦しんでいる生き物から逃げようとしないで、反対にできるだけ近づいて助けようとしてあげてください。もともと人権活動家であった女性がトロントセーブムーブメントを立ち上げ、今では世界中1000以上の場所で行われています。警察と屠殺場、トラックの運転手の方々と連携をとって運営されており、多くの場合はトラックが屠殺場に入る前に数分止まって活動家たちに時間をくれます。全く対立的であったり挑戦的なアプローチではなく、事前に全て連携をとって平和に行われます。この屠殺場は豚専門の屠殺場です。豚の自然の寿命はだいたい15年ぐらいですが、食肉のためには生後6ヶ月ほどで屠殺場に送られます。育成用のメス豚は子供を産めなくなったら 2,3 歳で屠殺されます。統計ではトラックの中の 10% ほどがダウナーと呼ばれる怪我や病気で動けない状態の豚だと言われています。時には数日間かかる長い旅の中、食べ物も水もありません。冬には寒さで、夏には暑さで亡くなる豚もいます。パニック状態になって心臓発作で亡くなる豚や、混み合った中窒息で亡くなる豚もいます。またイギリスの屠殺場で働く方々の 69% が移民の方で、自らの権利を主張することが難しい状況の人が多いのが現実です。生き物を殺すという職種のため PTSD や PITS を発症することが多いと言われています。 PITS とは自らが誰かを殺すこと、もしくは暴力を振るうことによって PTSD を発症することを言います。イギリスではこれに加え、イギリスの衛生安全委員会が懸念するレベルの確率で屠殺場での怪我が起きています。イギリスでは去年のクリスマス、これらの理由で屠殺場で働きたい人が足りなく、1万人もの求人が埋まらない状態で、クリスマスディナーのディマンドに追いつかないという状態になりました。今日のような暑い日は長時間のトラックでの旅、しかも中ではかなり混み合った状態になっている中で、トラックの中の温度がとても上がっています。なので活動家の方は温度計を持ってきて、もし35度とかとても暑い状況になっていることが分かった場合は、警察や屠殺場の方と話し合って水をちょっとあげてもいいか聞いてみます。Almost 34 and this is what, like an hour later, it's going to be 35 at least. It's not. 今のトラックも温度を測ったところ30度以上でかなり暑くてひどい環境だったのですが、ドライバーの意向で水をあげることはできませんでした。
ここまで聞いて、このビジルという活動の目的は一体何なんだろうって思っている方もいらっしゃると思います。そこでセーフムーブメントのウェブサイトに書いてある公式の目的と私が個人的に思う目的をここでご説明しようと思います。まず1つ目の目的は動物のためです。怖がっている彼らの最後の瞬間に少しでも癒しを与えること、そしてもし許可されているなら水をあげること、彼らの最後の姿を目撃することがまず第一の目的です。なので活動家にとっても精神的に辛い内容ですが、動物が目の前にいる間だけは悲しい感情を押し殺し、彼らの癒しになることに集中します。そして一番重要なのが、彼らを集団としてではなく一人一人個人として認識し触れ合うことです。2つ目の目的は彼らの様子を記録して広め、認識や関心を高めることです。彼ら個人個人の経験を広く伝えること、普段人間が食べているものがどこから来ているのか分かってもらうためにです。スーパーで見るきれいにパッケージされた肉しか見たことがない人たちは、自分の食べているものとその肉がどこから来たものなのか分離して考えてしまうからです。3つ目は活動家としてどこかの映像とか統計だけに頼るのではなく、実際に個人と対面することができるということです。集団や統計ではなく個人と対面することができます。4つ目の目的は、このビジルにはヴィーガンではない人が来ることもあるそうです。560億匹の動物が毎年屠殺されているという数字は統計に過ぎませんが、一人の個人の死となると、それがいかに悲しくて悲劇的なことだということが分かってもらえると思います。そして5つ目の目的としては、孤独な思いをしがちなヴィーガンにとって同じ価値観を持った仲間に出会える機会になるということです。活動家は日々残酷な現実を目にして周りの冷たい反応に傷ついたり、なかなか変わらない社会に希望を失いそうになることもあると思います。燃え尽き症候群になる人は多く、このムーブメントをより持続可能にするためにはしっかりとしたサポートシステムがあることは重要です。このような場で同じ価値観を持った活動家に会うことはとても大切なことです。そして最後に、こういう場に来ることによって、この個人個人の自由のために自分は活動しているんだということを思い出させてくれるということです。Beware of the cars coming through, guys. It's like difficult to film. Right, that's 2 minutes. Lorry's moving. Mind yourself. Thank you.
これはいくつかのサンクチュアリーの映像です。最近私はサンクチュアリーで時間を過ごすことが多かったため、そこでの豚との違いにショックを受けました。サンクチュアリーでの豚は一人一人名前もあり、個人として扱ってもらい、みんなに愛情をもらって生き生きとしています。やはり商品として育てられた豚は、集団として商品として扱われてきたことが彼らの表情からわかる気がして、その明らかな違いに心が痛みました。私ももちろん生まれた時からヴィーガンなわけではありません。数年前まできちんと現実に向き合わず、深く考えずに肉を食べていたことを思うと、とっても辛い気持ちになります。なぜもっと早くきちんと考えなかったのか、本当に反省しています。先ほどのトラックの豚は最後見えなくなるまで目が合っていました。自分には何もできなかったけど、少しでも何かつながりを感じてもらえたらと願っています。これは豚のシャンティちゃんです。家の中には入っちゃいけないので、ふてくされて外に寝てます。Give them water and they never work.今回やはり私が一番心に残ったのは、最後見えなくなるまで私のことを見ていた豚でした。インターセクショナリティの動画でもお話しした通り、ヴィーガニズムの根底にある種差別反対という概念は、他の種類の抑圧や差別とつながっていると思います。実際ヴィーガンの方は反差別、反抑圧の信念を掲げて人権問題に取り組む方も多くいらっしゃいます。どの差別や抑圧を見ても、やはり個人的なつながりを持つことがパワフルな解決法だと思います。ある特定の国籍の人への嫌悪感、ある特定の宗教の人への偏見、LGBT の方々への差別など、集団に対してだと非論理的な感情を持ってしまうことがありますが、例えば身近にその国籍の友達がいるとか、その宗教の友達がいるとか、LGBT の友達がいるとか、そういうことによって偏見はなくなると思います。それと同じで、食肉、商品、1年に560億匹殺される家畜としてしか認識していなかった集団と、個人と目を合わせることによって感情を通わせて、そこから得られるつながりはとてもパワフルなものだと思います。セーブムーブメントのウェブサイトは下に載せておきます。世界中のどの地域でビジルが行われているのか地図で見ることができます。これからもビーガニズムやエシカルライフスタイルについてロンドンから発信していきますので、もしよかったら登録してみてください。